この動画では最近日本人にとても増えている心臓の病気の一種、心房細動が起きる原因と治療法について説明します。心臓は全身に血液を送るポンプです。このポンプは電気の信号で動きます。通常は心臓の右上の部屋から電気の信号が出て、電気信号が下の部屋まで流れると心臓が動きます。この電気信号が乱れるものを不整脈といい、不整脈にはいくつもの種類があります。心房細動も不整脈の一つです。異常な電気信号が左上の部屋、左心房につながる肺静脈から出て心房細動を起こします。病気が進行すると肺静脈以外の様々な場所から不整脈が起こることもあります。心房細動は動悸、息切れ、胸の圧迫感、疲れやすさを起こすこともあれば、無症状でたまたま気づかれる人もいます。症状の有無にかかわらず、心房細動は心不全、脳梗塞、認知症、弁膜症などに強く関係しているため、治療が必要です。治療には3つの方法があり、3つを組み合わせて患者さんごとの適切な治療を行っていきます。1つ目は血液サラサラの薬です。心房細動は脳梗塞を起こしやすい不整脈なので、特に高齢の方、心不全や脳梗塞を起こしたことのある方、糖尿病や高血圧がある方は脳梗塞予防が重要になります。2つ目は不整脈そのものを抑えたり、脈を安定にする薬です。この薬により自覚症状を和らげたり、心臓にかかる負担を軽くしたりします。3つ目はカテーテルアブレーションです。体の中に入る細い管を使って心房細動の元となる部分に温度の変化を起こしたり、強い電場をかけたりする治療で心房細動を元に戻し、かつ再発予防の効果があります。現在ではカテーテルアブレーション治療が薬だけの治療よりも効果があり、長期的に優れていることが分かっています。アブレーション治療は心房細動が起こり始めてから早期に実施した方が治療効果が高いことが知られています。この治療が複数回必要になる方もいますが、早期治療すれば1回だけで済む可能性が高まります。こちらは心房細動が出たり収まったりする発作性と呼ばれる早期の段階の心臓。そしてこちらは心房細動がずっと続く持続性と呼ばれる状態の心臓です。右の心臓は大きく拡大し、治療が必要な部分を示す赤い点が多いことがわかります。医師と相談して適切なタイミングで治療をしていきましょう。心房細動は生活習慣と強く関係しています。高血圧、糖尿病、肥満、睡眠時無呼吸、いびきなどがあれば、これらを改善させることで、アブレーション治療後の再発リスクを下げることもできます。心房細動そのものへの治療とともに、生活改善も行って、心房細動を予防していきましょう。